2024年のアメリカ大統領選挙や自民党総裁選が間近に迫る中、リーダーシップが国の未来を左右する瞬間が再び訪れようとしています。今回の動画では、過去に国を良い方向へと大きく変えたリーダーたちを取り上げ、彼らがどのようにして国を救い、世界に影響を与えたのかを探ります。これから訪れる国や地域をリーダーの視点で見ると、旅の楽しさもまた一層深まるかもしれません。第5位、ブラジル、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領。ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ、通称ルーラは2003年から2011年までブラジルの大統領を務めました。彼は元労働者で貧困層からの支持を受けて大統領に就任しました。彼のリーダーシップの下でブラジルは経済成長を遂げ、貧困削減プログラムボルサ・ファミリアが導入されました。このプログラムは貧困層への直接的な現金給付を行い、数百万人が貧困から脱却しました。またルーラ政権は国際舞台でも存在感を高め、ブラジルを BRICS の一員として成長する新興国のリーダーへと押し上げました。第4位、韓国、パク・チョンヒ大統領。パク・チョンヒは1960年代から1970年代にかけて、韓国を農業中心の貧困国家から工業化した経済大国へと導きました。彼の観光の奇跡として知られる経済発展は、強力な政府主導の経済政策とインフラ投資、輸出志向の産業戦略によって実現されました。ホウのリーダーシップの下で、韓国は急速に近代化し、その後の高度経済成長を支える基盤が築かれました。彼の時代の韓国は今日の技術先進国としての韓国の原点と言えるでしょう。第3位、ルワンダ、ポール・カガメ大統領。ポール・カガメは1994年のルワンダ虐殺後に大統領に就任し、国の再建を指揮しました。ルワンダはその時、壊滅的な状況にありましたが、カガメのリーダーシップの下で経済復興と社会安定が進められました。特に ICT 情報通信技術分野への投資や女性の社会進出を促進する政策は、ルワンダをアフリカのシリコンバレーと称されるまでに成長させました。彼のビジョンは、ルワンダを他のアフリカ諸国がモデルとする成功例に変えました。第2位、ドイツ、アンゲラ・メルケル首相。アンゲラ・メルケルは2005年から2021年までの16年間、ドイツの首相を務めました。彼女は安定のリーダーとして知られ、欧州最大の経済大国としてのドイツをさらに強化しました。特に2008年の金融危機やヨーロッパの難民危機において、メルケルは冷静で一貫した対応を見せました。彼女のリーダーシップはドイツだけでなくヨーロッパ全体に安定をもたらし、彼女はしばしばヨーロッパのリーダーとも称されました。第1位、シンガポール、リ・クアンユー首相。シンガポールの初代首相であるリ・クアンユーは、シンガポールを発展途上国から世界有数の経済大国に変えた立役者です。彼のリーダーシップのもと、シンガポールは法治主義、経済自由化、高度な教育制度を重視し、外国投資を積極的に誘致しました。リ・クアンユーは秩序と効率を重視する政策を推進し、短期間でシンガポールを清潔で安全な都市国家へと変貌させました。彼のビジョンと強力なリーダーシップは、シンガポールを東洋の奇跡として世界に知らしめました。ちなみに日本、第6位、池田勇人首相。池田勇人は1960年代に日本の首相を務め、彼の下で所得倍増計画が実施されました。この計画により、日本は急速な経済成長を遂げ、世界有数の経済大国へと成長しました。池田のリーダーシップは、戦後の日本経済を復興させ、その後の高度経済成長の基盤を築いたことで評価されています。このように池田勇人の功績を考慮すると、日本はこのランキングで6位に位置づけることができるでしょう。彼の経済政策が
世界の舞台に押し上げ、その後のリーダーたちに大きな影響を与えたからです。リーダーシップの重要性が問われる時代、今日ご紹介したリーダーたちはその重責を見事に果たしました。あなたが次のリーダーに期待することは何ですか？ぜひコメントで教えてください。そしてこの動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。次に旅をする際にはその国のリーダーが果たした役割や影響を考えながら旅をすると新たな視点で楽しむことができるかもしれません。それでは次回の動画でお会いしましょう。